こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい。ロード画面ざっくり解説4回目。このシリーズも今回でようやく完結でございます。全部で34人分の解説、おかげで私の雑学知識も増えました。あんまり使う場面もないんですが。まあその辺は置いといて、早速、始めていきますぞい。こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。前回で26枚紹介したから、今回は27枚目からね。さすがにここまで来ると何枚目かわからなくなってくるな。ってことで27枚目はこの人。ユリウス2世よ。ユリウス2世は1503年から1513年にかけて、ローマ教皇を務めた人物で、芸術を愛好し、多くの芸術家を支援したことで有名みたいね。彼は発掘された古代ローマの彫刻を買い取ってコレクションしたり、ラファエロに絵画の依頼をしたり、ミケランジェロにシスティーナ礼拝堂の天井画の依頼をしたりなどなど、西洋美術史上他に例を見ないほど大きな役割を果たしたらしいわよ。その辺の作品が今でも見られるのはこの人のおかげなんだな。で、世界史的な活躍の方なんだけど、イタリア戦争で教皇領とイタリアから、外国の影響を排除することに尽力した人みたいね。フランスと組んでベネツィアの影響力を削いだり、逆に大きくなったフランスを、新生同盟を組んで叩いたり、戦争好きの政治や教皇というレッテルを貼られる程度には、戦争しまくってたみたいよ。そんなわけでゲームでの能力は142。低くない？まあいろんな国を巻き込んで戦争してたから、外交力は評価されてるみたいだけど、戦争も傭兵頼みだったっぽいし、結局外国の影響力はイタリアから排除できなかったみたいだし、内政の方もあんまり話を聞かないのよね。じゃあ、割と妥当なのかな。ちなみに背景の建物はバチカンのサンピエトロ大聖堂。こいつは実際に見に行ったことあるから知ってるぞ。バチカンといえば、システィーナ礼拝堂内がコミケ並みに湿気ムンムンだったことしか覚えてないわね。なんで思い出すのがそれなんだよ。28枚目はこの人。ヌルハチよ。ヌルハチは1616年から1626年にかけて、黄金の藩を務めた人で、黄金の創設者であり、後の秦国の初代皇帝とされる人物よ。で、彼のやったことなんだけど、そりゃあ、民を倒して秦を作ったんだろ。いや、彼は女神の統一と民からの独立を目指しただけで、民の征服は考えてなかったみたいね。ちなみに国防を大秦国にしたのは2代目の本体寺で、民を滅ぼした理事制の順を破って中国支配を開始したのは、3代目の順治帝よ。じゃあこの人、初代皇帝じゃなくないか？実際、中国共産党では初代ヌルハチと第2代本体寺を、秦の前身である黄金の皇帝とし、順治帝を秦の初代皇帝と位置づけているみたいね。私もこの人を秦の初代皇帝と扱うのは無理ある気がしてるけど、この辺の考え方はよくわかんないわね。それで、ゲームでの能力は546。外交が若干控えめだけど、優秀だな。それから、背景だけど、これは神陽呼吸の大聖殿みたいね。神陽呼吸は1625年に建てられた、黄金の2人の皇帝ヌルハチと本体寺の皇居らしいわよ。これはちゃんとこの人にゆかりのあるものなんだな。29枚目はこの人。ナポレオンよ。この人は知らない人いないだろ。ナポレオンは1804年から1814年にかけてと、1815年に3ヶ月ほど、フランス第一帝政の皇帝を務めた人物で、フランスのみならず、ヨーロッパ全土に大きな変革をもたらした人よ。彼は近代的な法律や、軍隊の基礎となるような制度を生み出し、これらをフランス革命の精神とともに戦争でヨーロッパ各国に広めていったわ。最盛期にはオランダ、イタリア北西部を支配し、さらにポーランド、ドイツ西部、イタリア、スペインには傀儡政権を置いて、ヨーロッパの大半を支配下に置いたんだけど、ロシア遠征の失敗からクーデターが発生。このクーデターは未遂だったものの、フランス弱体化を見て取ったヨーロッパ各国が第6次対仏大同盟を結成し、これによりナポレオンは退位に追い込まれているわ。この翌年、彼はルケイチのエルバ島を抜け出し、再び皇帝に返り咲いたものの、これもワーテルローでイギリス・オランダとプロイセンの連合軍に敗れて、3ヶ月ほどで退位に追い込まれ、ルケイチのセントヘレナ島で亡くなっているわね。ということで、ゲームでの能力は666。この人はやっぱこうなるよな。後世への影響なんかも考えたら、6以上あってもおかしくないくらいなんだけどね。ちなみに背景の建物はパリにあるエトワール凱旋門、アウステルリッツの戦いの勝利を記念して、ナポレオンの命により建設が始まったものだけど、完成前に彼は亡くなっているわね。ここも行ったことあるぞ。
中野らせん階段が長くて狭くて登るのが大変だったのよね。お前は嫌なことしか覚えてないのな。30枚目はこの人。フリードリヒ5世よ。フリードリヒ5世は1610年から1623年にかけて、プファルツ選定公を務め、1619年から1620年にかけてはボヘミア王にも選ばれた人物で、冬王なんて呼ばれることもあるわね。彼はプロテスタント同盟を主導する立場であったこともあり、30年戦争の発端となる第二次プラハ総外放出事件以後、ボヘミア貴族たちにボヘミア王として迎え入れられたんだけど、白山の戦いでボヘミア貴族連合軍はカトリック軍に敗北し、フリードリヒ5世のボヘミア王としての治世は早々に終わったわ。で、この白山の戦いの前から、カトリック側は、フリードリヒ5世は冬だけの王で終わる、と揶揄して、冬王とあだ名をつけてて、実際にそうなっちゃったから、これが定着したみたいね。まあ負けたら何も言えないわな。ということで、ゲームでの能力は123。低い。いやまあそんな大したこともしてないしこんなもんでしょ。それで背景の方だけど、これはプファルツ選定公の居城だったハイデルベルク城みたいね。1689年にルイ14世の軍によって破壊されて、今は廃墟になってるみたいよ。ちなみに手前の庭は、ホルプスパラティノスというバロック様式の庭園で、当時、ドイツ最大のルネサンス庭園であり、世界8番目の不思議、と言われるほどのものだったみたいね。山の上にこの規模のものを作ってるのは確かにすごいな。31枚目はこの人。ハヤムールクよ。ハヤムールクは1350年から1389年にかけて、ジャワ島中東部に栄えたマジャパヒト王国の国王を務めた人物で、マジャパヒトの最盛期に国を治めてた人みたいね。彼のやったこととしては、婚姻関係で揉めて、西隣のスンダ王国と戦争になったり、シュリービジャヤ王国を滅亡させて、スマトラ島を征服したりしているみたいね。特に前者の方はスンダ人とジャワ人の間にかなり禍根を残すものだったらしくて、結構最近までスンダ人とジャワ人の結婚はうまくいかないみたいな迷信が信じられてたみたいよ。なんかおかしくない？国王の期間が1350年から1389年って、ゲーム開始前だよな。それなんだけどね、パラドがなぜ彼を選んだのかは正直よくわかんないのよ。ただ、この人はハヤムールクで間違ってないらしいわ。なんか適当だな。そんなわけで、ゲームでの能力だけど、まあ出てくるかわからないので能力も不明です。ワンチャンイベントで、は、ないよな、多分。もう死んでる人だし。まあ可能性は低いと思うんだけど、ゲーム内で出てくるよ、とか、知ってる方、コメントください。躯体に同姓同名が出てくるとかは聞いたことあるんだけどな。まあ別人でしょうね、そもそも時代が違うんだし。ちなみに背景だけど、これはジャワ島にあるボロブブール寺院遺跡。8世紀から9世紀頃に建設されたもので、大乗仏教の遺跡らしいわよ。一応ゲームに出てくるとはいえ、マジャパヒトとは関係なさそうだな。下手すると EU4 の時代にはすでに密林に埋もれてる可能性すらあるわね。建設から500年以上経ってるならありえそうだな。背景が人物と関係ないロード画面もいくつかあったけど、さすがに人物から建物まで全て EU4 と関係ないものはこれくらいよ。これについては本当なんでこの人選なのかパラドに聞きたいよな。32枚目はこの人。ジンガムバンデよ。純粋なアフリカの指導者は初めてだな。ジンガムバンデは1624年から2年ほどと、1657年から1663年にかけてンドンゴの女王を務め、1631年から1663年にかけてマタンバの女王も務めた人物で、いろんな名前がある人なんだけど、このゲーム内だとクリスチャンネームである、アナ・デ・ソーザの名で登場してるわね。彼女の治世はそのほとんどがポルトガルとの戦争だったんだけど、軍事的手腕と外交努力で25年にわたる戦争を戦い抜き、相応の妥協はあったものの、王国の独立を守りきっているわ。晩年は国の復興に尽力していて、中央アフリカ内陸部への玄関口としての戦略的地位を利用して、マタンバを貿易大国として発展させ、奴隷貿易に対する支配力を強化したりしてたみたいね。奴隷貿易自体は普通にやってたんだ。割と積極的にやってたっぽいわよ。そんなわけでゲーム内での能力は555。優秀だ。実際彼女は優秀だったと思うんだけど、この時期のコンゴ盆地周りはなぜか優秀な君主が多かったりするわね。日本の幕末的な感じだったのかな。33枚目はこの人。カール12世よ。カール12世は1697年から1718年にかけて、スウェーデン王を務めた人物で、
ロシアの大帝、ピョートル1世のライバルとして有名な人ね。彼の治世はほぼ大北方戦争に費やされていて、戦争中盤まではほとんどの戦闘で勝利していたんだけど、戦争終盤、ロシアへの遠征が始まると状況が一変。ロシアの焦土作戦で補給に苦しみ、ポルタバの戦いで敗北。この後オスマンに亡命し、アフメト3世を動かして、オスマン帝国をロシアにぶつけることに成功するも、彼らがロシアとすぐに和平してしまったことで関係が悪化。さらにプロイセンが敵として参戦したり、一度和平したデンマークが再び参戦するなど、外交面でも押され始め、講和を少しでも有利にしようとノルウェーに侵攻したところで、流れ弾に当たって亡くなってしまったわ。スウェーデンの英雄は戦場で亡くなりがちだな。ということでゲーム内での能力は666。盛りすぎだろ。まあ盛りすぎよね。軍事はいいとして、外交面は結構失敗してるし、内政面は何かやったって話はあんまり聞かないし、スウェーデンの会社だし、盛りたい気持ちはわかるんだけどな。やりすぎ感はあるわね。ちなみに背景は、ナルバの戦いを描いたものらしいわよ。ナルバは現在のエストニアにある都市ね。大北方戦争の一場面だな。34枚目はこの人。メフメト2世よ。この人で最後だな。メフメト2世は1444年から1446年にかけてと、1451年から1481年にかけて、オスマン帝国の皇帝を務めた人物で、30年以上にわたる征服事業から、征服者、ファーティフ、と呼ばれることもあるみたいね。で、彼のやったことで有名なものは、コンスタンティノープル攻略だよな。やっぱりそれよね。1453年、新兵器のウルバン砲や、艦隊を陸路で封鎖されてる金閣湾内に移す、なんて奇策を用いてコンスタンティノープルを攻略。ビザンツ帝国を滅亡させたのはこの人ね。それ以外にもアテネやセルビア、トレビゾンドやカラマンなどなど、東西にわたって征服事業を行っていて、亡くなる寸前までずっと戦争してたみたいよ。ということでゲームでの能力は646。外交だけ低めだな。異文化への理解がある人だったみたいだけど、あんまり外交を重視してる感じはないからこんなもんなのかもね。それで背景だけど、1453年に砲撃でテオドシウスの城壁を破壊し、ゲニチェリがコンスタンティノープルを襲撃する様子、だそうよ。この背景だけやけに設定がしっかりしてるな。開発日記にそうやって書いてあったからね。間違いないわ。はい、お疲れ様です。ロード画面解説、これにて全員分終わりました。いやー、34枚はさすがに多かったですな。背景の情報でわからない部分がいくつかありましたが、コメントなどで教えてくださった方、ありがとうございました。この辺の情報は総集編というかまとめ動画を作る際に反映しようと思っております。制作の都合上4分割しましたが、やっぱりまとめた方が見やすいと思いますので。それでは、今回はこの辺で。バイバイ。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなど、いただけると励みになりますので、よろしくお願いします。